はい、皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕の動画を見に来てくださり、ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、今日は皆さんが大好きなことについてお話しさせていただこうかなと思っております。みんなが大好きなもの、何ですかみんなが好きなものっていろいろあると思うよ。僕も好きなものたくさんあります。例えば、ピザとかね。他に僕が好きなもの、太陽とかだね。ちなみに今日は太陽が出ていません。曇りです。悲しいね。で、今日はみんなが大好きなものについて話すんだけど、もちろん何について話すかというと、お金です。はい。みんなお金大好きでしょお金大好きでしょみんな。そこの君、今僕のこのポッドキャストを聞いている君、お金大好きでしょ？正直にいいな。はい、僕もお金大好きです。はい、お金が嫌いな人っているのかなこの世の中に。多分いると思うんだけど、お金に関するニュースが飛び込んでまいりました。はい。日本のお金についてのニュースがあります。3月24日に厚生労働省が令和7年の賃金構造基本統計調査の結果を発表しました。はい。またね、難しい日本語がたくさん出てきて、何言ってるかわからないよって思っている人多いよね、きっと。賃金についての、データがいろいろと発表されたんだね。賃金っていうのは、お給料のことだね。人々がもらうお金。で、それを発表したのが厚生労働省という、政府の機関です。はい。令和7年のデータを公開したわけなんですけれども、ちなみに令和7年って西暦で何年かみんなわかるかな？日本ではね、日本独自の言語が使われております。はい。今は令和8年。2026年は令和8年なんだね。で、令和の前は、平成という時代でした。で、平成の前は昭和という時代でした。で、昭和の前は大正という時代でした。はい。で、今は令和8年。で、公開されたデータというものが令和7年のデータだから、去年、つまり2025年のデータが公開されたというわけです。はい。去年の賃金に関するデータが公開されて、それによると、日本でフルタイムで働く労働者の賃金はですね、1ヶ月あたり34万600円でした。どう思う？この値について。この34万600円というこの金額なんですけれど、なんと過去最高の数字です。ということで、日本人は1ヶ月あたり過去最大に賃金をもらったということですね。おめでとうございます、日本人。日本人はお金持ちになってきました。日本人は、これまでで一番お金持ちになってきたと言っても
過言ではないかもしれない。うん、で、これがね、実際の厚生労働省がネット上に公開したグラフなんだけど、確かに過去最高だなっていうことがわかるよね。うん、で、この最後の、4、5年間を見てほしいんだけど、すごくない？この最後の4、5年だけ、賃金が急に上昇してるよね。うん。で、このグラフね、ちょっとわかりにくいんだけど、一番上が、男性だね。うん。で、真ん中が、男女。合わさってるもので、一番下が女性です。はい。で、こんな感じで、やっぱりまだ、男性と女性の、賃金の格差っていうのはあるんだけど、男女間の賃金格差はね、調査開始以降で最も小さくなったらしいです。はい。男性が、37万3400円で、女性が28万5900円ですね。で、この賃金なんだけど、年齢別で見るとね、10代から30代前半までの若い世代が一番高い伸び率だったらしいですね。はい。このグラフにもね、示されている通り、日本人の賃金が過去最高ということで、本当におめでたいニュースなんですけれど、みんなわかってるよね。僕のチャンネルを見ている。みんなはわかってると思うけど、給料としていただくその金額を見るだけでは、その数字を見るだけでは、その国の人々の豊かさを測ることってできないよね。うん。なんでかっていうと、人々が日々買い物するものの値段が上がってしまったら、人々の購買力はなくなってしまうからだね。いくら給料が高くても、物の値段が高かったら、豊かにはなれませんよ。はい。じゃあ、この賃金、人々が直接もらっているお金をそのままの数字で見るんじゃなくて、実質賃金がどうなっているのかということを見ていきましょう。はい。これも同じく厚生労働省から似たようなデータが発表されています。で、これは、2月9日に発表されています。で、これを見るとですね、2025年の実質賃金は前年比で 1.3% 減でした。はい。で、これなんと4年連続の減少らしいんですよ。あれちょっとおかしいなって思うよね。うん。だってさ、さっき見たグラフでは、最後の4、5年、賃金が上がってたじゃん。うん。それを見たら、賃金が上がっているんだけど、実質賃金は下がっているということです。で、実質賃金はね、物価を反映した値なんですけれども、物価が高くなっているから、実質賃金が下がってるんだよね。で、日本円の価値も他の通貨と比較して下がっているっていうことも大きいんじゃないのかなと思います。理由はね、日本はいろんなものを輸入していますから。うん。っていうことは海外の価格に左右されるよね。で、日本円の価値が下がるっていうことは、海外から輸入する商品とか物の価格も上がってしまうんだよね。うん。で、これはね、経済学を勉強している人
からしたら、あまり良くない方法かもしれないんだけど、世界の基軸通貨であるアメリカのドルっていう通貨があるよね。みんなも知ってると思うんだけど、アメリカのドルで日本の給料を見てみたらどうなるでしょうか。日本は最近賃金が上がってるけれども、アメリカのドルで見てみるとどうなるか。2001年の、だから2001年っていうことは、今が2026年だから25年前だね。25年前の1ヶ月あたりの平均賃金は30万5800円でありました。で、その年2001年のアメリカのドルと日本円の平均レートは1ドルあたり約121円でした。で、これを元に計算すると、2001年の日本人の1ヶ月あたりの平均賃金は2527ドルです。はい。じゃあ同じように2025年でも計算してみましょうか。2025年は1ドルあたり149円という為替レートで計算しますと、2285ドルでした。はい。ということで、日本人の給料は2001年は2527ドルでしたが、2025年は2285ドルになっています。だから、アメリカのドルで見ると日本人の給料って結構下がってる。だって2500ドルぐらいから2300ドルぐらいでしょ。いや、実際はもっと多い。今大体の数字で言ったからさ、2527ドルから2285ドル。もちろんね、物価も変わってるしね、アメリカのドルの価値も変わっていくから、単純に比較することっていうのはできないんだけど、アメリカのドルをベースに見ると、かなり減っているっていうことがわかりますね。はい。で、日本人はね、このグラフをよく目にします。日本に住んでるとね、日本に関する悲観的なデータっていうのを見ることが多いんだけど、このグラフですね。はい。このグラフも厚生労働省が出しておりました。これ、実質賃金の推移を他の国と比較したグラフになっております。はい。で、これはね、日本と比較されているのが他の G7 の国だね。で、G7 の国ってどういう国があるかっていうと、日本、イタリア、カナダ、ドイツ、フランス、アメリカ、イギリスだね。この7カ国。で、このグラフは1991年を100としているんだね。で、これを見ると、日本が他の国に取り残されてるっていうのがわかるよね。だから、日本の実質賃金っていうのがずっと上がっていない。他の国、だから例えばさ、イギリスとか、あとはドイツとかも最近すごい急上昇してるけど、日本は全然上がってないんですよ。給料が。で、みんな気づいたと思うけど、日本と今、熱い戦いを繰り広げているのが、イタリアだね。イタリア人の人見てるはい。今ね、このグラフを見ればわかる通り、イタリアと日本で、かなり白熱した戦いを繰り広げてるよね。そう、だから G7 の国々で見ると、日本とイタリア、この2カ国はね、全然給料が上がっていません。はい。
だから、イタリアのみんな、頑張ろうね。イタリア人の方がね、この動画何人くらい見てるかわからないんだけど、まあ、G7 の中だけで見ると、日本とイタリアは、全然、実質賃金が上がっておりません。はい。じゃあ、さっきさ、10代から、30代の、前半までの若い世代が、一番賃金が上がったよっていうことを話したんだけど、これはね、もう日本で、顕著に現れてるってことがわかるね。うん。日本でニュースを見てると、新卒の、新入社員だよね。大学とか、高校とか、学校出てすぐに就職した時の、賃金、給料っていうのが、この会社で、その賃金が上がりました。うん。賃上げが行われましたっていう、そういうニュースをね、結構見るんだよ。うん。で、やっぱり日本ってなんでそうやって若い世代で賃金が上がるかっていうと、人手不足なんですよ。うん。これはね、先進国だったら、どの国でも悩んでいる問題だとは思うんだけど、若い世代がいない。うん、高齢者ばっかり。うん。あまり結婚をしないっていう人が多かったりね。あとは、子供を産んでも一人までにしようかなって、そういう風に考えている方が多かったりして、子供が全然生まれてませんよと。日本でもね、最近1年で70万人くらいしか、赤ちゃんが生まれてないっていうことなんだけど、とにかく若い世代が少ない。だから、給料を上げて、会社に入ってもらうしかないんだね。もう日本はまだ全然売り手市場ですから、新卒っていうのはね。うん。で、若い世代の給料がどんどん上がっていく。ただ、給料が上がらない世代があるらしいんだよ。うん。僕はね、その世代じゃないから、よくわからない。実感することはないんだけど、今、問題になっているのが、世代間の賃金格差らしいです。はい。若い世代と比較して、給料が全然もらえない世代がいる。うん。TBS というね、有名な日本のテレビ局が厚生労働省の資料をもとに、計算した結果によると、2020年から2025年までの月給の伸び率は20歳から24歳までで 15.8% 上昇したらしいです。すごい上昇率だね。うん。2020年から2025年、5年間で 15.8%。これは凄まじい数字ですね。ただ、マイナスだった世代があるらしいですよ。うん。基本、どの世代も、給料はこの5年間で上がったらしい。月給の伸び率っていうのがすごかったらしいんだけど、唯一50歳から54歳までの世代が、マイナス1.8、1.3% で、全世代の中で唯一マイナスでした。はい。こうやってね、世代によって全然違うんだよ。うん。50歳から54歳っていうのはね、日本では有名な世代で、就職氷河期世代って呼ばれていて、その時はね、就職がすごい難しかったらしい。うん。今みたいに、若手がすごい少ない、人材不足だっていうこともないし、ちょうどその時期に、ちょうどその時期っていうのはね、今のその世代、50代の世代が、大学や高校を卒業して、就職するタイミングでね、不景気になったんですね、日本は。
まあだから、会社もね、あまり人を、雇用したくなかった時期だったんだよね。だから、この世代は、就職するときも就職なんだし、しかも今になってもあまり給料が伸びなくなってしまっているんだよ。で、企業も、給料を上げる。会社で儲けたお金をね、どういうところに使っていくかって考えたときに、やっぱりフレッシュな新卒の社員に対して給料をたくさん上げたいなっていう風に考えているところが多いから、こういう風になってしまっているんじゃないかなと思いますね。はい。男女間でね、賃金の格差があるっていうのはすごい日本では問題になっているんだけれど、その格差っていうのは徐々に縮小してきているらしい。ただ、今話したみたいに、世代間の賃金格差っていうのも日本国内ではあります。はい。みんなね、この動画を見ている人は日本に住んでいない人とか、日本に住んでいる、外国出身の方だと思うんだけれど、どう日本の給料って決して高くないよね。ただ、日本の給料って、そんなに高くないし、むしろ先進諸国の中ではかなり低い方なんだけど、日本の物価っていうのはね、今物価が上昇してるとはいえ、他の先進国に比べたら低いんだね。だから、こうやって、賃金が低くても、割とみんなまだ生活できているっていうことなんだね。ただ、日本人が貧しくなっているっていうことには変わりありません。これはね、誰も変えられない現実。いや、この現実を変えるためにね、俺たち日本人は頑張っていかなきゃいけない。日本に住んでいる俺たちは頑張んなきゃいけないなっていう風に思ってるんだけど。はい、ということで、今こんな風にね、現状、日本の賃金の現状について、みんなにお話ししたんですけれども、はい。やっぱりね、私、二郎の意見を言わないといけないなと思いまして、話しておきます。はい。こういうふうに、実質賃金の話題って、僕だけがそう思うのかもしれないんだけど、意外と日本で報道されてない。いや、日本で報道されてるんだけど、どっちかっていうと、名目賃金の方が報道されているなっていうふうに思う。日本円っていう、その単位だけで見た報道が多いなって思うね。賃金が、4年連続上昇してますっていうことをそのまま報道するメディアが多くてね。でも実質賃金はこんくらい下がってますみたいな感じで、付け加えればいいのになって思うんだけど、ざっくり見た感じ、そんな感じに報道しているところは、なかったかな。で、あとはね、トヨタの売り上げが過去最高でしたとか、なんて言うんだろうな。結構見た目が肯定的。なんて言うんだろう。ポジティブに見えるような、報道のされ方が最近多いなっていう、そういう気がするんだよね。ただね、さっきも話したみたいに、日本円の価値自体が、下がってきていますよね。日本はこれまでずっと日本円をたくさん吸って、市場にたくさんの日本円を出回らせるっていう、そういう政策を取ってきたので、日本円の価値が減っていくのは、必然だったかなって思うんだけれど、日本円の価値が下がってるよっていうことを意識し続けないと、物事の実態はつかめないかなと思っているんだよね、僕は。さっきグラフでね、みんなが見たみたいに、日本はずっと賃金が上がらない状態が続いております。でね、こういう情報を見るとね、やっぱり
国民としては日本政府のせいにしたくなる時もあるんだよね。うん。政府がなんとかしろよって思う時もあるし、そういう声って結構多いんですよ。うん。だけど、日本の政府にしたいところなんだけど、やっぱりね、日本の生活が苦しかったりとか、自分の生活が苦しかったりとか、もっと豊かな生活を送りたいなって思ったら、国に頼るのもいいんだけど、自分自身が頑張るしかないのかなと思います。はい。日本は皆さん知っての通り、資本主義という、ものを採用しておりますので、自分が頑張るしかないんだね。うん。この資本主義がいいのか悪いのかっていうことはね、いろいろ議論があると思うんだけど、日本では今資本主義が採用されておりますので、自分が頑張らなきゃいけないということで、その資本主義の中で生きるのはちょっとしんどいなって思う人がいたら、資本主義じゃない国に行くとか、あとは、政治に働きかけて日本を資本主義じゃない国にするとかね。そういう風にしないといけないのかなと思うんですけれども、みんなもね、自分が置かれた環境で頑張って生きていこうぜ。今日はね、ちょっとネガティブな内容になってしまったかなと思うんだけど、こうやって日本人の給料下がっていってるけど、みんな日本で幸せに暮らしてるからね。うん。お金だけじゃないのでね、人生は。幸せに暮らせれば、それで OK ということで。はい。今日も皆さん、僕の動画を見てくれてありがとうございました。次回の動画もぜひ楽しみにしていてください。それでは、これで終わります。バイバーイ。